サリガーいいの太一です。本日は35度の暑さは標高2100メートル級、暑さを正しく使い最強のトレーニング環境へという内容でお話しさせていただきます。最初に言います。夏ランは根性ではありません。知識と準備、そして順化が全てです。夏になるといつものペースなのにきついです。心拍がすぐ上がってしまいます。ジョグなのにめっちゃ苦しいです。暑すぎて練習になりません。こういう状態になりますよね。しかし、この暑さを正しく使えば、秋冬に向けた最強のトレーニング環境にもなります。本日は、なぜ夏は走れないのか。暑熱順化ってなんだよ。高地トレーニングとの関係、暑熱順化のやり方プラン、具体的な練習への落とし込み方、そこまでお伝えさせていただきます。この知識を身につけることで、夏の取り組み方や意識、そこが大きく変わりますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。タイチャンネル。なぜ夏走れないのか。理由は、暑い中で走ると、体の中で走るための仕事と、体温を下げるための仕事、その二つが同時に起きます。どういうことかというと、走れば筋肉が熱を作ります。しかし、夏は外も暑い、湿度も高いなので、熱が外へ逃げにくいです。そういう環境にあります。そうすると体は汗をかく、皮膚に血液を送る、心拍を上げて熱をより外に放散しようとする、などをして体温を下げようとしています。つまり、体の中では走るエネルギーと同時に体温を下げるエネルギーが同時に必要になってくるんですね。なので、いつものペースでもきつい、心拍が高い、呼吸が苦しい、集中力も落ちるなど、体の中では走るプラス外気の熱、VS 体温調節能力の大戦争になってしまってるんですね。これは気合が足りないからではなく、体が暑さと戦っている状態なのでこんな苦しくなってしまうんです。ここを理解していないと、暑い中で練習できないのは気合のせいだとなってしまって、夏の練習で全然練習ができない、心が折れてしまう、熱中症などの惨劇が起こります。タイチャンネル。では、どうしたらいいのか。それは、暑熱順化をすることです。暑熱順化とは、ランナー向けに簡単に言うと、暑さの中でも走れる体に作り変えることです。暑熱順化が進むと、体の冷却機能が最新版にアップデートされていきます。暑い中でも心拍が上がりにくくなったり、体温が上がりにくくなったり、汗をうまくかけるようになったり、同じ暑さでも体が過敏に反応しにくくなります。つまり、夏の最初は、暑さが処理できてない体だったのに対して、少しずつ暑さを処理できる体に変わっていくことです。ここで大事なのは、暑熱順化は我慢大会ではないよということです。暑い中で無理して暑熱順化する。これは大きな間違いです。正しく熱刺激を入れて、正しく補給して、正しく冷やして、正しく回復する。この繰り返しで暑さに順化していきます。タイチャンネル。では、暑熱順化はどう作っていくのか。ポイントは、順化刺激の回数と回復の質です。暑熱順化は1回だけ暑い中でめちゃくちゃ追い込んでも作れません。むしろ一番やってはいけない練習になります。暑い中で無理して、心拍が上がりすぎてしまって、フォームが崩れて、練習後も熱が体に残ってしまって、次の日まで疲労が残る。これは暑熱順化ではなく、ただの痛めつけ、消耗になってしまいます。大事なのは、小さな暑熱刺激を何回も積み重ねることです。10分でも20分でもペースが遅くても大丈夫です。暑さの中で余裕残して走り終わる。そして終わったらしっかり水分補給で電解質を入れる。体を冷やす。睡眠をとる。そしてまた次の日も走れる状態に戻す。この繰り返しで少しずつ体が暑さに順化していきます。つまり、暑熱順化で大事なのは、暑さを我慢することではありません。暑さに慣れる回数を増やすことです。整えて繰り返す。これが暑さを味方にするための一番大切な考え方です。タイチャンネル。実は暑いところで正しく練習すると、高地トレーニングと似たような効果が得られると言われています。高地は酸素が薄い環境。暑さは熱が逃げにくい環境。刺激の種類は違いますが、共通しているのは
どちらも通常の環境より体にストレスがかかるということです。そして体はそのストレスに適応しようとします。つまり、高地では酸素が少ない環境に適応しようとする。暑い環境では熱を処理しながら走る環境に適応しようとする。この適応の過程で長距離に必要な能力が鍛えられていきます。例えば、ヘモグロビン量の増加、酸素運搬効率の向上、乳酸処理能力の向上、筋代謝適応、酸化ストレス耐性、脂肪代謝の適応、こういった能力が得られるようになります。つまり、暑熱順化は、ただ暑さになれるだけではありません。酸素を運ぶ力、心肺機能、乳酸を処理する力、エネルギー代謝、脂肪を使う力、ミトコンドリアの働き、疲労への耐性、こういった多くの長距離に必要な能力を高める刺激になります。なので、夏の暑さはただの敵ではありません。正しく使えば秋冬走れる体を作るための最強の環境トレーニングになります。タイチャンネル。ここで少しイメージしやすくすると、暑さの標高換算と日本とケニアの標高換算になります。厳密な標高換算ではなく、体への負荷具合が指標になります。日本の夏、特に35度を超えるような日は、体への負荷感で言えば、ケニアの高地で走ってるくらいの環境刺激だと思ってください。よく箱根駅伝に出るような大学や実業団がよく合宿を行う菅平は1300メートルから1500メートル。湯の丸は1700メートル。ケニアのエルドレッドは約2100メートル。イテンは2400メートル。なので、35度以上の日は、今日はケニア級の環境で練習してるんだぐらいの気持ちでですね、前向きに捉えて練習に取り組むようにしてください。タイチャンネル。ただし、ここで大事なのは、頑張り方を間違えてはいけませんよということです。暑さは武器にも毒にもなります。そこのところをしっかり覚えておいてください。ここを勘違いして、暑い中で頑張れば超強くなるんだというような感じでは思わないでください。暑い中で無理して、心拍が上がりすぎる、フォームが崩れる、体に熱がこもる、練習後もぐったりする、次の日も疲労が抜けない、夜も寝苦しい、食欲も落ちる。これは強くなる練習ではありません。ただ体を痛めつけてるだけです。そのサイクルに入ってしまうと、ジョグの質が落ちてしまったり、ポイント練習ができなくなってしまったり、怪我をしてしまったり、熱中症のリスクもかなり上がります。こうなってしまうと、暑さを味方にするどころか、完全に暑さに KO 負けしてる状態なんですね。なので、夏の練習で大事なのは、追い込むことではありません。先ほどもお伝えしましたが、整えて繰り返す。ここを覚えておいてください。タイチャンネル。では、具体的にどう取り組めばいいのか。ポイントは3つです。1つ目は、ペースを落として走りましょう。夏は、涼しい時期と同じペースで走らなくて大丈夫です。むしろ、落としてください。同じペースで走ろうとすると、心拍が上がりすぎてしまったり、フォームが崩れ出してしまったり、疲労が抜けなかったり、練習が継続できなくなったり、こうなりやすいです。目安としては、普段のジョグやロングラインより 10% から 20% ぐらいのペースを落として OK です。夏の練習で見るべきなのは時計のペースではありません。呼吸に余裕があるか、心拍が上がりすぎていないか、フォームが崩れていないか、終わった後にぐったりしていないか、翌日も走れる状態か、ここを見て練習に取り組むようにしてください。二つ目は、2週間かけて暑さに慣らしましょう。暑熱順化は1回の根性練習では作れません。小さな暑熱刺激を何回も積み重ねて作っていきます。暑熱順化で一番大切なのは、一発で頑張ることではなく、暑さに慣れる回数を増やすことです。三つ目は、給水と冷却までセットで考えるということです。夏は走り終わって終わりではありません。走る前から水分と電解質を整える。走っている途中も少しずつ補強する。走った後は体にこもった熱を抜く。ここまでやって夏の練習は完了です。特に大切なのは補給を水だけで終わらせないというところです。ここの部分は非常に大切な部分ですので、別の動画でお伝えします。体を冷却させることもすごく大切です。途中で水をかぶる、手のひらを冷やす、首、脇、鼠径部を冷やす、帽子を使う、日陰を使う。このような取り組みをして、体にこもった熱をできるだけ早く抜く取り組みをしていきましょう。夏は
冷やして補給して回復して初めて練習完了になります。タイチャンネル。まとめです。夏走れないのは気合が足りないからではありません。弱くなったからでもありません。暑い中で走ると体は走るための仕事と体温を下げるための仕事。これを同時に行っています。なので、いつものペースでもきつい、心拍が上がる、呼吸が苦しい、集中力も落ちる。これは体が暑さと冷却で戦っている状態になります。だからこそ大切になるのは暑熱順化です。やり方は無理せず整えて繰り返す。このような取り組みをして暑熱順化をさせていきましょう。そして暑さを正しく使えば高地トレーニングのように体に大きな環境刺激を入れることもできます。そのストレスに適応することで長距離に必要な能力を高めるきっかけにもなります。酸素を運ぶ力、心肺機能、乳酸を処理する力、脂肪を使う力、ミトコンドリアの働き、疲労への耐性、こういった能力を高める刺激にもなります。正しく使えば、秋冬に走れる体を作るための最強の環境トレーニングになります。ただし、ここで絶対間違えていけないのは、暑さは武器になるけど、毒にもなってしまうということです。そして、3つのポイントを意識して練習に取り組みましょう。1つ目、ペースを落とすこと。2つ目、2週間かけて暑さに慣らしましょう。3つ目、給水と冷却までセットで考えましょう。夏ランは根性では走りません。知識と準備、そして順化です。暑さに慣れる、余裕を残す、ペースを落とす、補給する、冷やす、回復する、また走る。この繰り返しが暑さを味方にできる一番の方法です。夏に正しく暑さを使えた人は秋冬で一気に走れる体になっていきます。なので今日からは暑いから走れないではなく、暑さどう味方にするのかということを考えて取り組んでみてください。暑さを制する人が秋冬を制します。皆さんに質問です。夏の練習の悩みや一番きついと感じるときはどんなものがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。その悩みにご返信させていただきます。本日も長々ご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったよという方はですね、チャンネル登録だったり高評価してくださるとすごく嬉しいです。次回は脱水は3種類、ランナーのための脱水予防と電解質戦略、水分補給戦略を詳しくお伝えします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。